今回紹介するのは竹内栖鳳という画家が描いた開口という作品です。海の幸と書いて開口と読みます。今日は絵の表現を味わうだけでなく、パッと見ただけではわからない作品に込められた意味を深掘りしていきます。作品は今はこのように掛け軸に仕立てられていますが、以前は額縁に入っていました。なぜ前は額縁に入っていたんでしょうか。その秘密についても後ほどお話ししたいと思います。さあ、それでは作品を見ていきましょう。鯛が2匹描かれています。近づいてみると何色もの絵の具で鱗が角度を変えてきらめく様が描かれていることがわかります。目の黒い絵の具のところ、周りをぼかすことで魚の目玉の奥行きが表されています。目の上には濃い青い色、アイシャドウのようなものが描かれていますね。体にも青い色が点々と散らされています。これは本物の鯛にもあるものです。水揚げされた鯛を栖鳳がよく観察して描いたことが想像されます。栖鳳は絵を描くときに実物をよく観察することを重んじました。日本の伝統的な絵画の作り方の中に、先行する絵画の図像を使って描くという方法があります。栖鳳は1900年にヨーロッパに渡り、現地の美術を見て回りました。結果、彼は絵を描くときに、すでにある図像をそのまま使うのではなくて、実物を観察するところから始めることが大事と考えるようになりました。このことを自分の作品作りで実践したほか、美術学校や弟子への指導を通して広めていきました。こうして栖鳳は京都の日本画の世界に新しい風を吹き込んだのです。この鯛の絵からも栖鳳が重んじた実物観察の成果がうかがえます。ちなみに作品は1942年のものです。実は栖鳳はこの年の8月に77歳で亡くなっています。最晩年に描かれた作品の一つなんですね。この時期に至っても筆の力が衰えない、これは栖鳳のすごい部分でもあります。ここからはさらに作品を深掘りしてみましょう。この作品が作られた1942年はどのような時代だったでしょうか。アジア太平洋戦争の時期ですね。この時期、社会、人々の暮らしと同様に美術も戦時下の体制に置かれました。数ある美術雑誌が廃刊されたのをはじめ、画家も記録画作成のために従軍して戦地に赴いたり、あるいは戦地に行かずとも作品の売上金を軍に納めたりしました。この開口という作品、軍用機献納作品展という展覧会に出品されました。軍用機というのは軍事用の飛行機のことですね。この展覧会の様子はこのように当時の雑誌で知ることができます。この展覧会は1942年3月に日本橋三越で開催され、その後大阪に巡回しました。たくさんの観客が訪れ、その入場料や作品買上金は軍用機のために献納されました。写真を見ると
作品はどれも額に入って壁にかけられていることがわかります。額のデザインや大きさが統一されていますね。統一された額でコンパクトにまとめやすくして収納箱に入れられて巡回したと言われています。先ほど西方の開口は額に入っていたとお話ししましたけれど、このように展覧会での作品の取り扱いの都合で額装されていたんですね。この展覧会の図版目録というのが残されています。ここには184点の作品が載っています。竹内栖鳳や横山大観といった長老閣から若手の画家まで、当時の日本画家が一丸となって参加した展示だったことがうかがえます。そしてこの目録を見ていると、戦争とは一見かけ離れた主題の作品が多いことに気づきます。例えば花鳥、山水、歴史人物といったものです。同時代の戦争を扱った作品は一点しかありません。でもこうした一見戦争と無関係そうな主題もまた戦争と関係があると言ったら驚かれるでしょうか。主題が歴史の事柄なら、例えば国に尽くした歴史上の人物、外国からの攻撃を退けた昔の戦、そういったものが描かれていることが多いです。戦勝祈願の仏教的な主題もあります。鷹、ワシのような猛禽類、これらは戦闘機をイメージしています。朝日、富士山、桜、菊などは日本を象徴しています。そして西方の開口に描かれた鯛。鯛は古くから祝いの儀式に使われてきました。そして体の赤い色が持つ意味、鯛とめでたいの言葉の語呂合わせから縁起の良いものとされてきました。この戦時下においてめでたきものといえば戦に勝つこと、戦勝ですね。西方の鯛は戦勝を暗に意味していると考えられるんですね。今日は竹内栖鳳の開口のお話をしました。こんな風に作品そのものを楽しみながら、その背景の時代にも目を向けてみると思いがけない発見があるかもしれません。